ミルトンチャンネルです。今日はコンパクトでコスパの高いオールパワーズのポータブル電源を使って古民家の草刈りをしました。その使った電源がこちら。今回はこの R600 と電動草刈り機を使って生まれて初めての草刈りに挑戦しましたが、いい感じに古民家の草が刈れてめっちゃ楽しかったです。オールパワーズ R600 です。内容物は R600 本体、 AC 充電ケーブル、ソーラーパネル用の MC4 XT60 ケーブル、製品保証書と取扱説明書。こちらは分かりやすい日本語の説明書になっているので使用に困ることはないと思います。そして収納ポーチ、こういったものがあると物をなくさずに済むので、こういった点は便利です。オールパワーズ R600 のサイズは横 28.5 センチ、高さ 19.5 センチ、縦約19センチ、とてもコンパクトな印象です。こちらの重さは 5.8 キロ、子犬と同じぐらいの重さですので片手で楽に持つことができます。この製品のバッテリー容量は 299Wh。 ポータブル電源としてはかなり小さいタイプの電源で、1泊2日の車中泊やキャンプ、災害対策等にも使えそうな製品です。 R600 の前面を詳しくチェックしていきます。まず向かって左側のこの部分、この2つは DC5525 ポートとなっていて、この部分から機種によっては車載冷蔵庫やパソコンの充電もできるようになっています。続いてその左、シガーソケットポート。このシガーソケットの部分から最大 12V10A の電源をこの部分から取ることができるようです。続いてその下のこの2つのポート、こちらは定格出力 600W の出力が2ポートついていて、サージ 1200W 取れるようになっています。続いてその右側にあるこの USB ポート、まずこの上の2つは USB Type-C のポートとなっていて、こちらからは 5V、9V、12V、15V それぞれ対応していて、3A、20V の場合は 5A、最大 200W の給電ができるようになっているようです。こちらは1つ 100W ずつが最大になっているので、パソコンの充電ですとかかなり大電力を使う Type-C の充電ができるようになっています。続いてその下 USB Type-A、こちらは1ポート 18W ずつ最大 36W の給電ができるようになっていて、 5V、9V、12V それぞれ対応して給電ができるようになっています。このオールパワーズ R600 のバッテリーセルは最も安全性が高いと言われているリン酸鉄リチウムイオンセルが使われていて、安心して使うことができるバッテリーになっているようです。そして向かって右上、この上はライトがついているのですが、電源を入れないとライトがつかないので電源を入れてみます。この上のライトボタンを押して電気をつけてみます。1回押すと点灯、2回押すと電源がオフになっています。続いて R600 右側面をチェックします。こちらは主に入力ポートがまとまっていて、向かって左手 AC 入力ポート、この部分はこのようなアダプターのない AC 充電ケーブルで充電できるようになっていて、 100V、4A、最大 400W で充電できるようになっています。続いてその隣、過負荷保護ボタン、こちらはこのように押し込めるようになっているんですが、万一合計の消費電力が定格出力以上になった場合に自動的に過負荷保護をする機能になっています。続いてその隣、ソーラー入力 XT60 端子。この端子の部分は付属の MC4 XT60 ケーブルを使用して、この部分からソーラー充電ができるようになっています。この部分は 12V から 60V、12A、最大 300W の充電ができるようになっています。続いて R600 上部、この部分はワイヤレス充電機能がついていて、アウトプット 15W の充電ができるようになっています。この充電は iPhone でも Android でもどちらでも充電できるようなので、一度試してみます。私は普段 iPhone や iPad を使っているんですが、
先日コスパが高いと噂の Google Pixel 7a を購入したので、こちらをこのワイヤレス充電で充電してみたいと思います。ワイヤレス充電を利用するには、この USB のボタンを押します。これでこのワイヤレス充電ができる状態になりました。実際に充電してみます。Pixel 7a の充電マークがつきましたので、問題なく充電できています。また、この R600 には UPS 機能、無停電電源装置も搭載されていて、この機能を使うと通常時は電源ケーブルにつないでおくと、この中の電気は使わずにそのまま外部電源から電気製品を動かすことができるんですが、停電の際はここの外部電源の電気がなくなりますので、自動的に15ミリ秒以内にこの R600 から電気製品に給電されるようになります。またこの R600 は Bluetooth で電源管理できる機能が備わっているので、先日購入した Pixel 7a にダウンロードして使ってみます。電源を入れて同期させます。問題なく接続が完了しました。表示もこちらの液晶パネルと全く同じものが表示されています。この Bluetooth 機能を使うと、本体のこのボタンを押さずにこちらの AC 電源ボタンをオンにしたり、DC 電源ボタンをオンにしたりすることができます。50Hz と 60Hz の切り替えもこの部分で行うことができ、 LED ライトもこの部分で点灯できるようになります。反応もすごく早いです。またこの Bluetooth 機能を使うと、このように充電のモードを静音充電モード、普通充電モード、急速充電モードと3つの中から選べるようになっています。急速充電モードは 400W で充電、普通充電モードは最大 300W、静音充電モードは最大 200W で充電ができるようになっているようです。次にこちらのエコモード、こちらをオンにすると、このエコモードのスタンバイ時間を1時間、2時間、4時間、6時間と設定を変更できるようになっています。またエコモードをオンにした状態であれば AC/DC の合計出力が 10W 以下であれば電源が自動的にオフになるようになっています。この R600 で IH クッキングヒーターが使えるか試してみます。このヤマゼンの IH クッキングヒーターは定格 1000W なんですが、この火力を強ではなく中火以下で使うことで問題なく使えると思います。また調理をする際にこのシェラカップのような底の小さいタイプの調理器を使うことでかなり節電して使うことができます。実際にお湯を沸かしてみます。中火で動かしています。消費電力は 508W、 まだいけそうなので1段階上げてみます。消費電力は 545W まで上がりました。もう1段階上げてみます。消費電力は 546W なので、このままの状態でお湯を沸かしてみたいと思います。お湯が沸きました。バッテリーは 99% からスタートしましたので、今現在 91%、8% ほど消費したことになります。いい感じにコーヒーが入れられました。美味しい。この R600 は定格 600W の製品なので、通常のドライヤーや電子レンジは使えないのですが、この定格 800W のドライヤーは使えそうなので、これを使ってみたいと思います。ドライヤーローモードで試してみます。ぬるい温風が出てきました。消費電力は 357W、 ハイモードにしてみます。消費電力は 734W。 止まってしまいましたね。カフカ保護が働いて R600 が止まってしまいました。この製品は電力リフト等の機能がないので、 600W を超えると挙動が安定しなくなり、電源の供給がオフになるようです。次にこの R600 を使って電動インパクトレンチが使えるか試してみます。私の持っているメルテックのインパクトレンチはシガーソケット駆動で、これを使ってタイヤ交換をしているので、この部分でシガーソケットから電源が取れるとかなり役立ちます。では動かしてみます。問題なく動きました。オールパワーズ600を使って
家庭用のクーラーが動くかもやってみます。エアコンを動かしてみます。冷房設定16度、風量マックスで動かします。消費電力は 553W、 かなり電気を食っている印象です。この R600 は止まってしまいました。 600W を超えると止まるようですね。 645W を超えたところで電気が切れてしまいました。この R600 は基本的に 600W までの製品が使えると考えた方が良さそうです。先月初めから借りているこのガレージ付きの古民家ですが、月の半分ほど通っているうちにどうしても解決したい問題が見えてきました。それは古民家の通路や駐車場の雑草問題。前回ダイソーで買った除草剤を撒いて経過観察したのですが、思ったほど枯れてくれません。雑草問題は蚊や害虫、小動物等の発生源になり、ご近所トラブルにもなり得るので、早めに解決したい課題でした。2週間ほど前にダイソーの除草剤を撒いて除草したんですが、きちんと除草できている部分もあるんですが、このように草がまたさらに生えてきています。こちら側に至っては除草剤がほとんど効いていないような形で、一部除草剤を撒いた部分はこのように黄色く変色して少し枯れかかっているんですが、全体的にはあまり意味がないような形で、強力に除草剤を撒いた部分だけが草が枯れていて、他の部分はほとんど除草剤の意味をなしてないような形です。この問題を解決すべく、今回草対策として家庭用の電動草刈り機を購入してみました。草刈り健太郎くんというちょっと不思議な名前なんですけども、金額は格安の4480円。この製品はナイロンコードで草を刈っていく方式で、 AC100V250W で動かすことができます。重さも 1.3kg なので、かなり軽く気軽に使いやすそうです。内容物は草刈り機本体、セーフティーカバー、このセーフティーカバーを留めるビス、そして替え刃、これはナイロンコードがついています。そして取扱説明書。この草刈り機は組み立て式になっていて、このようにビスで固定するような感じになっているので、頻繁に分解取り外しをして取り付けるといったような類のものではないかもしれないです。一応このビスを止めなくても、この切り欠きの部分にきれいに合わせてひねってあげるだけでぐらついたりするような感じにはなっていないんですが、安全性を高めるためにやはりこのビスは止めておいた方が良いと思います。続いて本体の伸縮も同様に固定していきます。これもこの切り欠きの部分を合わせて差し込みます。これでも外れないといえば外れないのですが、念のためビスで固定するような感じになっています。この草刈り機上部も同様に固定していきます。ケーブルの長さが微妙に長いので、ちょっとこのケーブルを入れづらいんですが、強引に止めてみたいと思います。なんとか入りました。この部分をビスで止めていきます。私の借りた古民家は外の電源が足りず、ケーブルが届かないので、この R600 を使ってこちらの草刈り機を動かしてみます。この草刈り機を使う際は長袖、長ズボン等を着た方がいいようです。問題なく R600 で使えそうです。実際に回してみるとこんな感じ。回転数は1分間に12000回転、騒音レベルは96デシベルになっています。実際にデシベル計で測ってみます。おおむね88デシベル程度。これは地下鉄の車内ぐらいの音量があるので、そこそこ大きな音です。草を切っていない状態では88デシベル程度。この草刈り機の連続使用時間は30分が使用制限になっていますので、この R600 は 299Wh ありますので、この草刈り機を使って30分草を刈ると、ちょうどこの R600 のバッテリー残量が 50% ほど消費されるような形になると思います。草を刈っていきます。はい、20分ほどかけて草刈りを終えました。一応ある程度枯れたかなという感じはあります。バッテリーの残量は 58% まで減りました。89% からだったので 30% 近く消費したことになります。それで
この草刈り機のデメリットを2個ほど見つけてしまいました。それはこのケーブル、この草刈りケーブルが意外と切れやすいということ。例えばこういったつる系のちょっと太い硬いつるをカットした時に、このケーブルが割と簡単に切れてしまいます。こういったうっそうとした形の雑草を切るにはあまり向いていないかもしれません。そしてもう一つのこの草刈り機のデメリットが、このように切れてしまってケーブルがなくなってしまった場合、これを一旦このボタンを押して分解した後に、このケーブルをこの部分からいちいち出さなければならず、このように再びケーブルを2本出してこのようにセッティングして草刈りを再開するのは結構手間なので、私の家のようにこういったかなりうっそうとした草が生えている場合は、ケーブルの草刈り機ではなく鉄場の草刈り機を使った方が楽かもしれません。またこれはこの草刈り機だけではないと思うんですが、このように草も飛び散ってきますし、ポータブル電源もこのように草まみれになるので、ある程度離れたところに電源をセッティングして草刈りをした方がいいかもしれません。ただこの建物のそばの草ですとか、こういったコンクリートの際の草は鉄場を使ってしまうと草刈りがしづらいと思うので、こういった部分には私の今回購入したナイロン製のケーブルの草刈り機も使いやすいかと思います。ちなみに今14時29分で車庫の中の気温は39度あります。このように網戸にしてずっと開けっぱなしにしているんですが、結構気温は暑いです。草刈健太郎くんは30分以上の連続指導ができないので、少し休んで草刈り再開です。ちなみにこういった砂利底の草の部分にはこのナイロン製の草刈り機は使いやすいかもしれません。それほど歯を痛める心配をしなくていいですので、こんな感じで軽く砂利は飛んでしまいますが、刃こぼれの心配なく使えるのがいいですね。この家の横もかなり草が生えちゃってるんで、草刈り機でカットしていきます。はい、今この部分とこちらの横の部分をなんとか草を刈りました。でこの広さのものをカットして、草刈り機のこのナイロンコードが純正のものが全てなくなってしまいました。なので付属のもう1本の予備のコードがありますので、そちらをつなげたいと思います。替えのケーブル、これも6メートルみたいですね。交換します。今回のこの草刈りで6メートルのナイロンケーブルを使ってしまうというのは、ちょっともしかしたらコスパが悪いかもしれないですね。このナイロンケーブル2本で代引き手数料込みで1500円らしいんですけども、この草を刈った部分と、そしてこちらとこちら、あとはこの部分を切っただけですので、これ1本分もう使い切ってしまいましたので、コスパがあまり良くないのかもしれないです。ただこのナイロンケーブルは鉄の刃のものに比べて安全性が高いですので、そういった意味では初心者でも安全に使えて便利だと思います。またちょっとこのケーブルがこのスプールに入れづらいのもデメリットの一つなのかもしれません。結構やりづらいです。で私今日陰で作業してるんですけども、これを日向でやると考えると、夏の炎天下の中ではあんまりやりたくない作業ですね。はい、残り車庫の前のこの部分の草を刈っていきます。この草刈り作業、生まれて初めてやったのですが、夏の炎天下でやるには思った以上に重労働で、次は強力な除草剤をまいて草が生えてこないようにしようと思いました。とりあえず完璧ではないんですけども、こんな感じで草を刈ることができました。ここの部分は草が多すぎて、草を枯らした後に枯れ葉を集めようと思います。ガレージのこの辺りの部分も完璧ではないんですけれども、とりあえずある程度草が枯れたので、とりあえずこれでよしとします。こちらのオールパワーズ R600 なんですけれども、バッテリー残量が 5% になって急に草刈り機が動かなくなりました。残り 5% なので電気的には普通に使えるはずなんですが、突然動かなくなってしまったので、もしかしたらこれはバッテリーを傷めないための仕様なのかもしれません。それでそれほど電力を食わないこの扇風機等を使ってみたくて、ここの AC ボタンを押してみたんですけれども、この AC ボタンを押しても反応しなくなって、これ以上電気を使えなくなってしまいました。ちなみに DC ボタンも押してみます。DC ボタンは使えるようですね。なので 5% を切ってしまうと、このような家庭用の電源のものは使えなくなることが分かりました。ちなみに
この DC ボタンはついているので、これが実際に残り 5% でちゃんと使えるか試してみます。まずは上の Type-C の方につないで iPad が充電できるか試してみます。特に問題なく充電できているようです。現在 iPad の充電で 10W を使用しています。これに加えて Type-A のこの部分で Apple Watch が充電できるかも試します。問題なく充電が開始され始めました。ポータブル電源の消費電力は 11W を消費している形になっています。続いてこの 5% まで減った R600 を付属の AC ケーブルを使ってどのぐらいで充電が完了するかも測ってみます。R600 が充電され始めました。充電の電力は 215W 程度。オールパワーズのアプリを開いて確認をしてみます。こちらも同様に 256W 程度の充電電力になっています。今現在普通充電モードになっているので、これを急速充電モードに変更してみます。急速充電モードにすると入力が 412W まで上がりました。そして R600 本体のファンが回り始めてそこそこ音量が出ています。この音量も測ってみます。ファンが回っている時の音量は約72デシベル程度。これは騒々しい街灯やセミの鳴き声ぐらいありますので、そこそこ音量があります。充電開始から31分が経過。 R600 の充電は 61% まで溜まりました。充電電力は 418W を指しています。 R600 本体を触ったりしているんですが、ほとんど発熱等はしていないようです。念のためサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。一番暑いところでも33度程度。本体はほとんど熱くなっていないようです。本体上部も測ってみます。本体上部に至っては31度程度。これは隣にある iPad とほとんど変わらない温度なので問題ないかと思います。ケーブルの部分も計測します。ケーブルの部分はコンセントの根元のところで30度程度。この程度でしたら何の問題もなく使えると思います。R600 の充電開始から56分が経過。 R600 の充電残量は 92% まで電力が回復しました。そして充電のワット数も 90W まで落ちています。バッテリー充電開始から1時間18分。充電の残量は 98% まで溜まりました。現在の充電電力は 61W。 バッテリーの残量が溜まってくると充電の電力がかなり落ちていくような感じです。バッテリーの充電開始から1時間20分後、充電が 100% になって充電停止しました。5% から開始した充電の電力が 100% になるまで1時間20分でしたので、結構早い方だと思います。 R600 は 299Wh とやや小さいバッテリー残量なんですが、このように片手で楽々持てるので災害対策等にも使いやすいと思います。またこの R600 で車内で調理をしたり、そういった意味では1泊2日程度の車中泊には使いやすいかもしれません。続いてこの R600 を車の走行充電で充電してみたいと思います。この R600 には純正付属のシガーソケットから充電するケーブルがないので、車で走行充電するには一工夫必要です。私がいつも使っているこの大橋産業の 400W 制限範インバーターを使います。こちらは最大出力短時間5分以内で供給することができる出力値は最大でも 450W なので、この R600 を使って充電をしようとすると最大 418W 程度出ていましたので、この 400W インバーターの限界値に近いです。ここで無理をしてこの 400W インバーターで充電をしてしまうと、この中のフューズが切れる可能性が高いので、 Bluetooth でつないだアプリを使ってこの充電モードを急速充電モードから普通充電モードにして充電したいと思います。普通充電モードは最大電力 300W なので問題なくこの制限範インバーターで充電ができると思います。私のチャンネルでは何度もやっていますが、インバーターを車のバッテリーに仕込みます。こちらはプラス極とマイナス極にそれぞれケーブルを仕込んであり、プラス極の部分にはもともと 30A のフューズ付きのケーブルを仕込んでいます。このインバーターでは 400W までの充電が可能になっているので、ポータブル電源の充電も 400W まででしたら充電できるようになっています。私の車は走行充電器で最大 500W まで、アベレージでも 350W ほど充電しても何の問題もありませんので、400W のインバーターを使って充電をしていきたいと思います。
このインバーターの設置はとても簡単で、このプラスとマイナスのケーブルを助手席の下にあるこのバッテリーのプラス極とマイナス極にケーブルを仕込んでいくだけです。この準制限波インバーターのケーブルはこの座席下のこのゴムのクニクニしたところから仕込みます。まず座面をこのように倒し、そうするとこの部分に隙間ができますので、この隙間の部分からケーブルを通していきます。このようにケーブルを引き込みました。安全のためにこのプラス極とマイナス極のバッテリーがつながっているケーブルをまず一旦全て外します。外し方の手順はマイナス極から外して、その後にプラス極を外していきます。ではマイナス極を外します。マイナス極が外れました。続いてこのプラス極を外していきます。この取り外したプラス極のこのナットの部分に先ほど引き込んだプラス極のケーブルを接続していきます。丸型端子をこの部分にかまし、ナットで蓋をするようなイメージです。丸型端子の穴が大きめのものを使っているんですが、もう少し小さくてジャストサイズのものを使われた方が本来は安全です。上から蓋をしていきます。このように仮止めできたら再度このプラス極につないでいきます。プラス極を締め上げていきます。がっちり止まるまで固定してください。こういったところが緩んでしまうとエンジンが突然停止したりしますので、この部分はきっちり締め上げていただくのがよろしいかと思います。はい、次にマイナス極にも同様に接続をしていきます。このナットで蓋をするようなイメージです。ある程度仮止まったらマイナス極にこの端子をつけていきます。このバッテリーに接続する際にたまにパチッといったりするので、このようなゴム製の手袋をつけていただいてもよろしいかと思います。あ、パチって言いましたね。ちょっと火花は見えなかったんですけど、パチって言いました。ではこの部分もボルトできっちり固定していきます。はい、これで動くこともないので完了です。このプラス極にしてもマイナス極にしてもバッテリーからこの端子が外れることがないようきっちり締め上げてください。たまに定期点検でこういったところをネジが緩んでないかっていうのをチェックしていただくとよろしいかと思います。こういったところのネジが緩んだことによって火花が散ったり、あとはエンジンが停止したりすることもありますので、こういったところはきっちり定期点検で締め上げることをお勧めします。でこのように取り付けたインバーターなんですけれども、今これは電源がオフになっている状態なんですが、電源をオンにするときは必ず車のエンジンを回している状態でオンにするようにしてください。でないとこのままオンにしたままの状態で放置してしまうと車が必ずバッテリー上がりを起こしますので、そういった点はご注意ください。このインバーターと純正の AC ケーブルを使って充電をしていきます。ちなみに今11時28分、ガレージ内の気温は35度です。この R600 に 400W のインバーターをつないで充電をしてみたいと思います。まず AC ケーブルをつなぎます。インバーターの方にも AC ケーブルをつなぎます。この段階でこのインバーターの電源を入れてしまうと車のバッテリーの電力がどんどん消費されてしまうので、車のエンジンをかけてから充電を開始します。インバーターの電源を入れてみます。問題なくインバーターが動くようになりました。 R600 への充電電力は 316W を示しています。ちょうどいいぐらいの充電量です。こういったやり方でやればこの R600 にそこそこ早い充電ができるので、車の移動の多い車中泊の場合は約1時間20分で充電が完了するので、こういった形で連泊して使うことも可能です。続いて XT60 MC4 ケーブルを使ってソーラー充電で充電をしてみたいと思います。使用するソーラーパネルはこのエブリィの上に載せているソーラーパネルを使って充電をしていきます。このソーラーパネルはこのように MC4 ケーブルが使われているので、この MC4 ケーブルを利用して充電をします。この天井から引いた MC4 ケーブルを車内にあらかじめ引き込んであるので、この部分に接続をして R600 につないでいきます。 MC4 ケーブルはプラスとマイナスさせる方向が決まっているので差し間違いがなく安心です。 XT60 端子をつないでいきます。ガレージの外に出して充電をしてみます。太陽は結構雲に隠れているんですが、充電のワット数は60ワット程度を指しています。これは結構
充電の速度としてはいい方だと思います。ちなみにこの状態でこの制限範囲インバーターをつないで走行充電も同時でできるか試してみます。エンジンをかけます。インバーターの電源を入れます。インバーターが問題なく動き出しました。バッテリーへの充電は 316W。 先ほどソーラー充電で 60W 充電していましたので、本来であれば360から 370W 程度を挿さなければいけないんですけれども、これは走行充電の 313W のみになっています。ちなみにソーラーパネルのこの XT60 端子を抜いてみます。発電の値は 315W、ほとんど変わらないので、この AC ケーブルと XT40 端子を同時でつないでも、この AC 充電の方だけが充電をされるような形になっているようです。ちなみにインバーターの電源を止めてみます。 AC ケーブルも抜きます。 0W になりました。 XT60 端子をつなぎます。 R60 の充電電力は瞬間的に 100W を超えました。もしかしてこの AC 充電とソーラー充電が同時で充電できないかなと思ったんですが、そう甘くはなかったようです。 R600 と草刈り機を使って草を刈り終えました。ただ草を刈って放置しただけですが、草を刈るだけでも3日間かかりました。草の清掃用に Amazon で面白い熊手を見つけたので買ってみました。高木スライド式伸縮冷気1073円。内容物はこの伸縮式の冷気、いわゆる熊手本体1つ。箱はこのようにかなり大きいんですが、本体自体はこのようにかなりコンパクトです。これはこの部分をこのようにして熊手のこの松葉ぼうきの部分自体も伸縮してかなり拡大されるようになっています。そしてこのストッパーで留めて立ったままでも掃除がしやすい感じになっています。この大きさにすればかがまずに掃除できるんですが、この部分を緩めると立ったままでもこのように掃き掃除ができます。私はこういったものを買ったことがなかったんですが、このようにコンパクトに収納できるんで、収納スペースの限られた場所でもかなり使いやすいと思いました。これで1100円しないのはかなりお買い得な気がします。この棒は79センチから160センチまで伸ばすことができ、また熊手の先端部分はこのように丸型になっていて、芝生ですとか庭を傷めにくい丸型形状になっています。このほうきの部分はこのスライドレバーでほうきの幅を自由自在に変更できるので、こういった点もとても使いやすいです。またこの柄の長さをこのように自由に変更できるので、体格に合わせてほうきの長さをジャストフィットさせることができます。この伸縮する冷気を使って3日ほど枯らした草を集めていきます。映像には映っていませんが、3日以上かけて草刈りをしたのでかなり大量の草が生えていました。草を集める用のちり取りも持っていなかったので、冷気を使って草を移動させます。草刈りの終わった古民家がこちら。草が最も生える時期に放置していたのでかなり重労働でしたが、なんとか全て刈り取れました。草もこのように集めて枯らして燃えるゴミで捨てます。まだこの辺りの草をきちんと取りきれてないんですが、今回私この草を刈り取るだけで精一杯でした。ここは下がコンクリート敷きなんで、ここで一回枯らして燃えるゴミで捨てます。今回は初めて草刈りをやってみて思いのほか大変だということが分かりましたが、古民家ガレージを整えつつエブリィの DIY も続けていきます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。